ボロボロなんですよ。ボロボロ、くっついちゃって。なので、ダイヤモンドヘッドっていうね、カフェのところ、それこそワーゲンバスが置いてありました。懐かしいね。キクシンチャンネル、始まるよ。はい、皆さんこんにちは、キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今年も SSTR の季節がやってきました。本当はね、春だったんだけど、能登の地震の影響で、この秋に変更になりました。というわけで、エントリーをしておきまして、ゼッケンが届いております。こちらですね、今年は3024番ですね。で、リスト、これ忘れないようにつけとかないとだね。で、多分この動画がアップされている頃にはもうゴールをしているんじゃないかと。この手紙を読む頃にはみたいな流れになってますけど、今年はね、千葉の、房総半島、ビーチボーイズで有名なね、ダイヤモンドヘッドをスタートしてですね、そこから、横須賀までフェリーを使い、中央道で、長野、松本、そこからですね、上高地の下を抜けて、富山に一般道で抜けていきたいと思います。そこから千里浜に向かってまた走っていくという、そんなルートを取っていきます。はい。前回はね、なんと完走できずってゴールしたんだけど時間間に合わずということで、残念ながらリタイア扱いとなってしまいましたので、今回は頑張ってね、ゴールまで時間内に走り切っていこうかなと思います。一応ね、ただ時間内にゴールすることが目的ではなく、やはり楽しみたいというところなので、ゴールできるかできないかというよりは安全の方第一にね、走っていきたいと思います。前回 SSTR が終わってから、ハブベアリングね、フロントのハブベアリングと、ブレーキをオーバーホールしました。6ポットキャリパーだ。1,2,3,4,5,6 個ついてるの、片方。それが2個ついてるの。もう12ポットキャリパーだからさ、オーバーホールするのも大変だし、部品代も高いんだよね。2個のやつとかでいいよね。当時ね、非常にお金をかけて作られたんだと思うんだけど、修理するときは大変。ちょっとここの電源装置が不調をきたしているので、これを取り替えて、あとこれ、スマホのマウントを、ラムマウント使ってたんだけど、振動吸収のタイプに交換します。で、バイクにスマホ乗せると壊れる説っていうのがあって、実は僕前使ってた iPhone X が、実際壊れました。しかもここにつけてて壊れました。で、今はね、iPhone 13なんですよ。13なので、どうやら壊れないらしいんですが、だいぶ機能が変わってて、当時とは違う機能になってて、壊れにくいらしいんですが、一応念のために、防振マウントを使ってくださいっていう風にアップル社から出てるので、このラムマウントに使える防振マウントを買ったので、それが届いたら取り付けていきたいと思います。はい。で、こっちの新しいリストバンドをね、つけます。で、これ転んだ時に、ブレーキレバーを固定して、こっちクラッチなんだけど、ブレーキレバーを固定したりするのにも使えます。はい。いろいろ使える。よいしょと。はい。ここにかけとけば忘れ物しないですので。どうなってた？これはつなぎ直せばいいかな？電気はね、来てるっぽいんだけど、やっぱりどうしても外に置いたり、走ったりするもんだから、中が壊れるんだね。で、多分また、しばらくしたら壊れるだろうということで、今回もね、安いのを買ってきましたので、これをつけていきたいと思います。なんかハンドルバーにつけれるようになってたような気がするんだけどな。ついてた。ラムマウントってさ、インチサイズなんだよ。16分の7。これを、
につけよう。これでいいね。こう USB 挿して、あ、OK。充電になるね。あ、ここライトついてんだ。あ、これでわかるじゃん。OK。じゃんと。クスをつけて、あとカウルの中にしまってあげようと。よし、OK だね。はい。今回もいつも通りカストロールパワー1ですね。セールで3000円でした。はい、ゼッケン等も入りました。でね、次ウィンカーがなんだこれボロボロなんですよ。ボロボロくっついちゃった。なのでよいしょ、外れたぜ。新しい部分はよいしょと。こっち側からは取れないな残念なお知らせ。よし、切ろう。カウルね、全部外すのはちょっとやりたくないな。を取り外しできるようなシステムに作り変えよう。お疲れ様でした。で、ぐらいの方がいいか。よいしょ。そうだね。で、この金具をよいしょと。 OK、 ついたよ。どう？あ、大丈夫だね。よいしょと。こっちはすごいことになってて、この中にもりもり刺してたからね。工夫してなんとか持たせようと思ってた。部品がさ、こう変えると思ってなかったんでね、部品もう出ないと思ってたの。2000年式だからさ、24年前の車だからね。走行距離もね、9万キロ超えてますんで、ホルダーのベースが届くはずなんですが、昨日届くはずなのに、まだ来てないんだよね。間に合うかな。そしたらね、思想というか、体慣らしに行ってきます。今日もね、実はこれ3日目、3日連続で、最初は街中をね、30キロぐらい。昨日はいろいろ5、60キロ。今日も3、40キロ走ろう。毎日ね、こう少しずつ乗っておかないと。今日どっち行こうかな。わあ、気持ちいいな、風が。とりあえずバイクの方はね、好調です。スタートが、千葉県房総半島の先っぽの方の、ダイヤモンドヘッドっていうねカフェのところ、それこそワーゲンバスが置いてありました。懐かしいね。ビーチボーイズ、僕がねまだ子供の頃だったんだと思うんだけど、当時ねかっこよかったね、反町さん。あと誰だっけ誰だっけ、はいね、あと稲森泉さんとかね、広末涼子さんとかが出ていてね、将来ねあんな風な生活ができたらいいかなって思いました。当時そのあれって反町さんが水泳のオリンピック選手なんだけど、なんだかね、なんかそれで
なかなかそれでちょっと挫折をしたみたいな感じになってて、もう一人竹之内さんだ、竹之内さんの方がエリートサラリーマンなんだけどいろいろあってみたいなストーリーだったと思うんですよ。なんかいろんな人たちが出てきて、そのいろんな背景のある人間ドラマが繰り返されるんだけど、当時の私は、そんなことが全く分かりませんでした。社会人じゃないからね、子供だからさ、そのどういう背景があって大人ってどういう悩みがあるのかなっていうのは全然分かんなかったんだけど、なんかすごいかっこよかったなってそれだけ思ってました。そんなね、ダイヤモンドヘッドに今年は行ってみたいと思います。そのフェリーの時間がね、確か7時発ぐらいで8時にさ横須賀なんだよ。だからそうすると8時から圏央道に入るまでの時間、8時から9時半ぐらいがちょうどね、土曜日なので、東京方面、横浜方面から観光地にね向かう車と一緒になるのかなっていうところがあります。でそこら辺の渋滞がねちょっと心配かな。普段ね渋滞慣れてないんでね、そこら辺が心配かなと思っているところなんですけども、どうだろうね。で今回いつもの今までずっと何回出てたの、6回7回出てたんだけど、いつもずっと一緒に行ってる友達いたんだけど、その方は今回はお休みで別の友達と、行くことになっております。そっちはね千葉に住んでる方、関西の人なんだけど千葉に住んでる人で、バイクを通して友達になって、でこの前もね遊びに来てくれたんだけど、その人と一緒に行きます。でその人は普段は基本マス通とかはしなくてソロ通ばっかりの人なのね。それに対して僕はやっぱマス通が多いというか、友達と出かけることの方が多いので、だからそこら辺がこううまくねこうコミュニケーションを取りながら走っていけるかどうかっていうのは初めての挑戦になります。よしと。でね、道の駅川崎は駐輪場がないんだよね。新しくできたりしてるかな。そう、駐輪場が相変わらずありませんね。自転車止めるところはあるんだけどさ、結構ねバイクの人たちいるところではあるんですよ。はい、道の駅川崎ですね。そう、道の駅川崎に来たのにさ、なんかよく見たらスズキのレッツゴのジャンバーで来てしまいました。インターコムペアリング、ユニバーサルインターコムペアリング、ペアリングされました。つながった。100キロ走りましたけども、つながったね。100キロ走ります。よし、OK、設定は OK だ。その一緒に行く友人がインカム持ってなくて、でなんか中華製のやつを買ったというんで、つながるらしいよって言うんだけど、怪しいよね。どうなってんのかな。最近のそのユニバーサルインターコムペアリングっていうのかな、その他社ともつながるやつっていうのが果たしてうまくつながるかどうかっていうところがちょっと微妙なんだよね。その大手メーカー同士、例えばセナとピーコムとかもつながるっちゃつながるんだけど、結構意外とそのつながり、やっぱ他社同士ってさつながりにくかったり、その他社を含んでいろんなものをつなげようとすると結構大変だったりとかもするので、だから一応ね、僕2個持ってる同じメーカーのやつ2個持ってるんで、最悪そっちを使ってもらおうかなと、そんな風にも思っております。はい、道の駅をですね、来ないね。
、というわけで書いてまいりました。はい、何もなく無事に過ごせれば、今頃ねきっとゴールしてる頃だと思います。ちょうど5時がゴール時間だからね。です。で、まあ、千里浜にその時いれば、次の日はね、そこから、岩手に向かってまた帰るという道中になりますので、どこかでね、また皆さんとすれ違うかもしれません。その時はぜひ手を振ってもらえると嬉しいです。よし、頑張るぞ。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。